こんにちは、チャイコと申します。チャイコと申します。今回は2026年の秋に発売予定のジャストダンスの次回作についてお話しします。先日、公式よりこのような発表がありました。時代を超えて踊る準備はできていますか？ジャストダンスデケイズオブヒッツの登場です。詳細は9月に発表します。といった内容です。このメッセージとともにいくつかの新しいロゴが紹介されました。そして数日後には、追加でこのような投稿もありました。今回はシリーズに新たな変化を加えることにしました。ジャストダンスデケイズオブヒッツはシリーズ最新作です。さらなる詳細は9月に発表します。お気に入りの時代を見つける準備は良いですか？ということです。次回発売される最新シリーズはこれまでとは何かが変わって、しかも2027エディションという名前ではないみたいですね。はい。タイトルはジャストダンスデケイズオブヒッツ。デケイドが10年間という意味で、それの複数形なので、つまり数十年間のヒット曲が集まった楽曲ラインナップになるってことですね。そしてこのロゴも各年代を象徴するデザインになっているようです。でもジャストダンスにはこれまでも新しい曲も昔の古い曲も収録されていましたよね。はい。とは言ってもやっぱり圧倒的に最近の新しい曲の方が多かったんです。参考に2023エディション以降の収録曲の数を年代別にグラフにしてみました。本当だ。こうして見ると圧倒的に最近の曲が多いですね。はい。それが次回作では、だいたい同じ割合の曲数が収録されるのではないかと思われます。なるほど。各年代に焦点を当てて、昔聴いていた懐かしい曲や、人によっては親、あるいはおじいちゃんおばあちゃんが好きだった曲を、その時代に思いを馳せながら楽しむことができるようにしよう。ということなんですね。ジャストダンスがエディションスタイルになってから4作が経過して、正直ちょっとマンネリ化してきたなと思っていたところだったので、ここで新たな変化を加えるのは、タイミングとしてすごく良いなと思います。はい。コミュニティの反応を見ても、すごく好意的に捉えられているようです。あの時はこうだったよねという、それぞれの年代に対する思い入れは人それぞれあるし、まだ自分が生まれていない年代なら、音楽を通してその時代の空気を感じられる良い体験になりそうですね。はい。これまでこのチャンネルでも年齢を問わずに楽しめるゲームとしてジャストダンスを紹介してきましたが、今回の変化でより多くの人に興味を持ってもらえるようになったら良いですね。はい。で、詳細は9月に発表されるということですので、何の曲が収録されるかはもう大体決まっているとは思いますが、ここからは日本人視点でのジャストダンスデケイズオブヒッツにこんな曲が入っていたらいいなリストを紹介したいと思います。これまでジャストダンスで踊ったら楽しそうだなと思う曲を個人的にプレイリストにしていたのですが、今回それを年代別という視点を強化して、かつまだジャストダンスで採用されたことがないアーティストを中心に100曲を選んでまとめてみました。どうやらデケイズオブヒッツは1970年代から2020年代を取り扱うようなのですが、それよりも前の時代でもジャストダンスに合いそうだなと思っていた曲があるので一緒に紹介します。YouTube、そして Spotify でプレイリストを作成して公開していますので、気になる曲があったらぜひこちらからチェックしてみてください。この中には私たちの生まれる前の曲も含まれていますが、ごくごく一般的な日本の家庭で、テレビやラジオから流れてくる音楽を聴きながら育った私たちの記憶に残っている曲を主に集めました。なので、多くの人がそんな曲あったね、懐かしいと思う内容になっているのではないかと思います。海外の方や、若い世代の方は日本ではこんな曲が流行っていたのねという視点で見ていただければと思います。最初は In the Mood Take 5、王道中の王道のジャズナンバーです。In the Moodについては通常のジャズバージョンより踊るならこっちの方が楽しそうかなと思ってプレイリストにはブライアン・セッツァオーケストラバージョンを入れておきました。 Take 5は5拍子でリズムを取るのが難しい曲なのでダンスゲームにしたら面白いんじゃないかと思って選びました。そしてモリエンドカフェ、ベネズエラのアーティストによって作曲された曲で、日本ではコーヒールンバというタイトルで日本語の歌詞が付けられ多くのアーティストによってカバーされました。私は井上陽水バージョンが好きです。60年代に入ってカモンベイビードゥザロコモーションでおなじみのロコモーション、続いてバケーション、日本でも多くの人にカバーされ親しまれた曲です。ピーター・ポール&マリーのパフ・ザ・マジック・ドラゴン、これ学校の教科書に載ってましたよね。英語の勉強として歌いましたよね。そして1960年代といえばこの人たち、ザ・ビートルズ。彼らには名曲がたくさんありますが、ダンスに合いそうで、かつ長年バラエティ番組のテーマソングとして使われていることからヘルプを選びました。そしてデイドリームビリーバー、日本だとザ・タイマーズ、今和の清志郎がカバーしたバージョンの印象が強いですね。
っと夢を見て安心してた。1970年代に入ります。サイモン&ガーファンクル。彼らは他にも映画卒業のサウンド・オブ・サイレンスや冬の散歩道など多くの曲が日本でも親しまれてきました。ダニエル・ブーンのビューティフル・サンデー。日本だとお母さんと一緒の初代歌のお兄さん田中誠二さんがカバーしたバージョンが有名です。カーペンターズ。彼らの曲は英語を学ぶのに最適な音楽としてよく取り上げられていて、トップオブザワールドのほか、イエスタデイワンスモアやシングなどを学校で聴いたり歌ったりしたという人は多いと思います。T-Rex の 20th Century Boy は、私がかなり前からジャストダンスに収録されてほしいと思っている曲の一つで、もし今後、20世紀の曲だけを集めたジャストダンスを作るようなことがあれば、真っ先にこの曲を採用してほしいです。イギリスのグラムロックバンドが続きます。スレイドのカモンフィールザノイズ。1983年にはアメリカのヘビーメタルバンド、クワイエットライオットによりカバーされ、こちらも大ヒットを記録しました。次のスパークスは昔聴いた懐かしの曲というわけではないのですが、前々から彼らとジャストダンスの相性は良いんじゃないかと思っていたので、個人の趣味としてリストに加えてみました。ロンとラッセルを模したキャラクターでプレイアニメのマップを作っても良さそうですよね。あ、それ絶対いい。続いてシュガーベイビーラブ。シュガーベイビーラブ。ルーワップ調のコーラスもまた良いんですよね。ポール・モーリア。オリーブの首飾り、手品の BGM としてよく使用されるあの曲です。原曲は1974年に貧乏ジェットというグループによって発表され、作曲者はクロード・モルガンです。この曲、当初は今回のリストに入れるつもりはなかったのですが、YouTube で動画をいろいろ探している時に、クロード・モルガン名義のチャンネルがこの曲でジャストダンス風の動画を作っていて、それがすごく良い感じのダンスに仕上がっていたので、ぜひ踊ってみたいと思ってリストに加えました。プレイリストにも入れているので、ぜひ見てみてください。そしてビージーズのステインアライブ。ザ・ディスコソング。ディスコソングの有名どころの多くが歴代のジャストダンスに収録されてきましたが、ビージーズの曲はまだ入ったことがないんですよね。余談ですが、彼らはこれ以前の70年代前半まではもっとソフトな曲を歌っていて、日本では映画小さな恋のメロディーの曲、メロディーフェアや若葉の頃なんかも親しまれていました。ケイト・ブッシュの嵐が丘。彼女独特のハイトーンの歌い方が印象的な曲です。恋のから騒ぎのオープニングの曲としても使われていました。チャカ・カーンの I'm Every Woman。I'm Every Woman。ホイットニー・ヒューストンがカバーしたバージョンも有名です。ノーランズのダンシングシスター。ノーランズはイギリスを拠点に活動していた姉妹グループで、当時の日本ではアイドル的存在として熱狂的な人気を博し、このダンシングシスターもイギリス以上に大ヒットしたそうです。続いてこちらもイントロから印象的な曲、マイ・シャローナ。今もアメトーークの番組のエンディングとして使用されています。西ドイツのグループ、ジンギスカンの曲、ジンギスカン。彼らはすでに、目指せモスクワがジャストダンスに収録されていますが、この曲は外せないと思ったのでリストに加えました。一度聴いたら忘れられない陽気なこの曲は、日本の学校ではダンス用の音楽としてよく使用されていて、私たちも確かキャンプファイヤーで踊りましたよね。ね、子供の頃の楽しかった思い出と結びつけてこの曲を記憶している人は多いと思います。そして、テディペンダーグラスのドゥンに、元はアルバムの収録曲でしたが、日本でのみシングルカットされました。その理由は、当時の大人気番組の中のコントで、この曲のベースラインをアレンジした曲が使われ大ヒットしたからです。リアルタイム世代でなくても、ヒゲダンスと聞けば瞬時に頭の中でこのメロディーが流れ始めるぐらい、日本人の DNA に刻まれている曲です。続いて1980年代です。外のアフリカ。アフリカに対する想像や憧れを描いたこの曲、言わずと知れた名曲です。そしてシカゴの素直になれなくて、ピーター・セテラの歌声とデビッド・フォスターのピアノがすごく美しい曲です。メロディーが素晴らしい名曲が続きます。ポリスの見つめていたい、イントロのギターの音が聞こえてきた瞬間に、一気に曲の世界に引き込まれますよね。ポリスはダンスにするなら、メッセージインアボトルとかも良さそうだなと思いました。そしてポリスのボーカル、スティングの曲、イングリッシュマン・イン・ニューヨーク。この曲は基本レゲエ風の裏打ちのリズムですが、途中サックスのソロでジャズのリズムに変わります。この変化がゲームとして面白そうなので、リズムマニアの私たちとしてはぜひいつかジャストダンスに入ってほしい曲の一つです。続いてデビッド・ボーイ。彼はいろいろ日本と縁のあるアーティストで、ファッションデザイナーの山本寛斎さんが彼の衣装を手掛けたことは有名です。また歌舞伎の女形、坂東玉三郎さんから化粧の仕方を教わり、自身のメイクの参考にしたというエピソードもあります。デビッド・ボーイといえば、
クイーンと共作したアンダープレッシャーも名曲です。こういう複数のアーティストが関わっている曲は採用が難しそうですが、ぜひ踊ってみたい曲です。カルチャークラブ、カーマは気まぐれ。カマ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 カミリオ。この曲もダンスにしたらすごく楽しそうです。そしてビリー・ジョエル。有名な曲はたくさんありますが、一番踊りやすそうなのでアップタウンガールを選びました。変わらぬ思い。アメリカのジャズミュージシャン、ジョージ・ベンソンによって発表されたこの曲は、1986年にグレン・メデイロスによるカバーバージョンが世界的な大ヒットとなりました。とにかくメロディーが美しいラブソングで、日本でも多くの人によってカバーされています。そしてチャチャチャ。これはイタリアのダンスグループの曲ですが、日本では石井明美さんがカバーをしてヒットしました。マイアミサウンドマシーン、コンバ。すごくノリの良いラテンポップで、踊るにはもってこいの曲です。アンジー・ゴールドのイート・ユー・アップ。曲名を聞いただけではピンとこなくても、イントロを聴けばあっとなる曲です。バブリーダンスの曲、荻野目洋子のダンシングヒーローの原曲ですね。ブライアン・アダムス、思い出のサマー、疾走感のある爽やかな名曲。まさに青春という言葉が似合う曲です。そしてボンジョビ、日本では毎年夏になると、盆踊りという伝統的なお祭りが各地で行われるんですが、最近は海外の曲に合わせて踊ることも増えました。中でも一番人気なのがこのリビオン・ア・プレイヤーで、浴衣を着た人たちが輪になってこの曲を大合唱しながら踊るという光景が、夏の風物詩の一つになりつつあります。盆踊りとボンジョビという名前の組み合わせも面白いんですよね。そしてスウィングアウトシスター。日本ではブレイクアウトのほか、ドラマ、真昼の月の主題歌として書き下ろされた、あなたにいてほしいが大ヒットしました。ギブミーアップ。ユーロビートの代表曲、マイケル・フォーチュナティ本人のバージョンも大ヒットしましたが、日本では女性デュオ、ベイブがカバーしたバージョンも流行りました。ギブミーアップ。おー。ベリンダ・カーライル。ヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アース。天国は地上にある場所なの。この前向きな歌詞でテレビ番組のテーマ曲や CM などにも多く使用されました。カオマのランバダ。情熱的な歌や踊り。バンドネオンの演奏が印象的で、先ほどのチャチャチャ同様、石井明美さんがカバーしたバージョンも有名です。そして、フランスのフラメンコギターバンド、ジクシー・キングスのボラーレ。元はイタリアのカンツォーネの曲でしたが、ジクシー・キングスによってフラメンコとラテンが混ざった情熱的なスタイルにアレンジされました。この曲を聴くと、条件反射的にビールを飲みたくなる日本人は多いはずです。続いて1990年代です。シャニースの I Love Your Smile タラパパタタタタラパパタタタのイントロに始まり、全体を通してすごくおしゃれな曲で、1990年代の R&B を代表する曲です。インナーサークル、スウェット、夏にふさわしいレゲエの曲で、あららららロン、あららららロロン、リロンロンロンのキャッチーなフレーズは、なんかどこかで聞いたことがある、と思う人も多いと思います。そして次もレゲエ調の曲です。好きにならずにいられない、元はエルビス・プレスリーの曲で、93年にイギリスのレゲエポップバンド UB40 によってカバーされ、世界的に大ヒットしました。スキャットマン・ジョンのスキャットマン、自身が喫音症であることを逆手にとって、スキャットを駆使した歌唱スタイルは日本でも大ヒット。多くのテレビ番組やプッチンプリンなどの CM に出演し、当時はお茶の間の人気者と言える存在でした。続いてマライア・キャリーの恋人たちのクリスマス。この曲、実は過去にジャストダンスに収録される計画があったそうなんです。でもアーティストサイドからの許諾が得られず、お蔵入りとなってしまいました。ですがいつか実現できる日が来るのではないか、という期待を込めてリストに加えました。ミー&マイのドゥビルビ、ナースの衣装と真っ赤な口紅が可愛いデンマークの姉妹堂によるこのキャッチーな曲は、ダンスレボリューションでも使用されていました。カーディガンズのカーニバル。1990年代日本では渋谷系と呼ばれるジャンルが流行っていて、それと深いつながりにあったのがこの時期のスウェディッシュポップでした。どちらも60年代ポップスにルーツを持ち、レトロでおしゃれなサウンドが特徴で、音楽性が近かったことから互いに影響し合うような関係でした。そのスウェディッシュポップを代表するバンドがカーディガンズです。そしてスウェディッシュポップからもう一人、メイヤで、日本で特にヒットした曲がクレイジーです。どちらの曲も今聴いても本当におしゃれですよね。意外なことにメイヤのこの曲は日本以外ではあまりヒットしなかったそうなので、知らないという方はぜひ一度聴いてみてください。次は、アンドレア・ボチェリとサラ・ブライトマンのタイム・トゥ・セイ・グッバイ。テノールとソプラノの2人の歌声が本当に美しい曲ですよね。はい。このぐらい壮大な曲がジャストダンスにあっても良いのになと思ったので選びました。続いて、シェールのビリーブ。この曲は
オートチューンというソフトを利用し、歌声にロボットのようなエフェクトをかけたのが特徴で、それがダンスポップの軽快な曲調に見事にはまり、世界的な大ヒットとなりました。この曲以降、オートチューンはダフトパンクのワンモアタイムなど、多くの曲で使用されるようになりました。エアロスミスのミスアシング。エアロスミスはランディ MC とのウォークディスウェイがすでにジャストダンスに収録されていますが、単独では未収録なので今回リストに加えました。この曲は言わずと知れた映画アルマゲドンの曲です。私たちもこの曲聴きたさに、東京ドームにライブを見に行きましたよね。ね、懐かしい。そして次は、ジャストダンスはいつかこの人たちの曲を採用してくれるだろうと、個人的に勝手に信じて待っているガッツと、ペットショップボーイズ。70年代のディスコ音楽へのオマージュとして作られたニューヨークシティボーイは、ジャストダンスで踊れたら絶対に楽しいと思います。2000年代に入ります。エンヤ、ケルト音楽やクラシック音楽の要素を取り入れた、彼女独自の幻想的なサウンドは日本でも多くの人の心をつかみました。次は、ジェイソン・ムラーズ。彼は I'm Yours の方が広く知られているかもしれませんが、ここではレメディーを推したいと思います。癌になった友人を思い書かれた曲で、I won't only my life away のフレーズなど、聴いているととても前向きな気持ちにさせてくれます。そして、これもいつかきっとジャストダンスに収録されると個人的に信じて待っている曲、ケビン・リトルのターン・ミー・オン。彼はカリブ海の島国の出身で、この曲は元はソカのバラードとして歌われました。それが地元で人気を呼んだことから、ダンスホールの要素などを取り入れたアレンジバージョンが世界に広くリリースされ、大ヒットを記録しました。ベント・ファブリック、ジュークボックス。ベント・ファブリックはデンマークのジャズピアニスト兼作曲家で、リリース当時の年齢は約80歳という大ベテランでした。軽快でコミカル。それでいて長いキャリアに裏打ちされた洗練されたピアノが魅力なこの曲。ソフトバンクの CM で耳にした人も多いと思います。ダニエル・パウターのバッドデイ、ついてない日の応援歌という放題の通り、今日はついていなかっただけだから、大丈夫、気にすることないよ、と隣でポンと肩を叩いてくれるようなこの曲は、多くの人を勇気づけてくれました。この曲はミュージックビデオもすごく素敵で、まるで映画を一本見たかのような気分にさせてくれます。はい、以上、2000年代までの曲でした。最近、ジャストダンスでも2000年前後のロック系の曲が取り上げられることが多くなりましたが、ロック好きの私たちにとってはまだまだ不十分です。なのでここからは、完全に私たちの趣味で選んだ、ジャストダンスに収録されてほしい90年代から2000年代のロック系の曲をサクサクっと紹介していきます。まずは、薄汚れたという意味を持つグランジというジャンルを世に広めたニルヴァーナ、スメルス・ライク・ティーン・スピリット、ゴス文化やビジュアル系に影響を与えたとされるバンド、キュア、アイルランドのバンド、クランベリーズ。この曲、実は一時期2026エディションに収録されるのではないかという噂がありました。面白い選曲だなと思って結構期待していたのですが、実際に収録されたのはレディー・ガガの方のゾンビでした。なので、いつかこっちのゾンビも収録されたら嬉しいです。世界を巻き込む壮大な兄弟喧嘩を繰り広げ、2024年に再結成を果たしたオアシス。曲は彼らのファーストアルバムの1曲目に収録されたロックンロールスター。オアシスに続きブリッドポップを代表するバンド、パルプ。90年代のオルタナティブロックを代表するバンド、スマッシングパンプキンズ。アイスランドが生んだ唯一無二の歌姫、ビョーク。ビョークは曲使用のライセンス許諾を得るのが一番難しそうなアーティストなので、もしこの曲がジャストダンスに入ったら奇跡だと思います。アメリカンロックの両親と言われるバンド、グーグードールズ。そして UK ロックの両親と言われるバンド、トラビス。ジョジョのアニメのエンディングにも起用されたことがあるサベージガーデン。2000年頃、ボーイズグループといえばバックストリートボーイズが人気でしたが、私は彼らの方をよく聞いていました。ウエストライフ。哀愁を帯びたメロディとボーカルが印象的なザ・コーリング。パンクロックシーンを牽引し続けたバンド、サム41。その実力からアルバムデビュー前にしてフジロックフェスティバルに出演し、日本のロックファンの心を掴んだザ・ミュージック。圧倒的に壮大なスケール感から世界規模を通り越し10キロと言われるバンド、ミューズ。デビューアルバムがなぜかタワレコの UK ロックコーナーに並んでいたので、私はしばらくイギリスのバンドだと思い込んでいました。キラーズ。ギターは使わず、ピアノを前面に押し出した叙情的な美しいサウンドで人々の心を魅了したバンド、キン。私の中での2000年代アメリカロックバンド、3大バラード曲、エヴァネッセンスのマイイモータル、フーバスタンクのザリーズン、イエローカードのオンリーワン。エヴァネッセンスはすでに1曲ジャストダンスに収録されていますが、マイイモータルはいつか絶対に入ってほしいと思っている曲なのでリストに加えました。2000年代に起こったムーブメントの一つ、
ガレージロックリバイバルから、ジェット。Are You Gonna Be My Girl は大の字王子のエアギターの曲として記憶している人も多いと思います。シンプルでストレートなサウンドがかっこよいイギリスの国民的バンド、ステレオフォニックス。デンマークのオルタナティブロックバンド、ニュー、美しいハイトーンボイスとドリームポップ的なこの曲は、個性的なマップが作れると思います。2年ぐらい前にレッチリのチャド・スミスがこの曲のドラムを叩いた動画がめちゃくちゃバズっていて、チャド・スミスの常人離れした才能とともに、彼らの楽曲の良さを改めて認識しました。30 Seconds to Mars。そして私がこの世で一番ジャストダンスに収録されてほしいと願っている曲、マイケミカル・ロマンス、Welcome to the Black Parade。この曲の世界観が再現されたマップを、いつか踊ってみたいです。世界最強と言われるロックバンド、彼らのパワーをぜひジャストダンスでも感じてみたい。フーファイターズ。イギリスのフォークロックバンド、鳴り響くバンジョーとギターの音が爽快なマムフォード&サンズ。そして続いて、2010年代以降の曲からいくつか紹介します。まずは、私が推したいジャンル、アジアンメタル。この2つに共通するのは単なるメタルバンドではなく、彼らの自国の色をしっかりと出しているところです。ザ・フーはバトーキンやホーミーなどのモンゴルの伝統音楽を、ブラッディウッドはドールやシタールなどのインド楽器を使用し、伝統的なインド音楽をベースにメタルを融合させた独自の音楽スタイルを確立しています。各地の大型フェスに出演するなど、世界的知名度も高く、アジアン音楽を体験することができる良いバンドだと思っています。続いて、ジンジャールート、中国系アメリカ人の彼ですが、ミュージックビデオを見ていただければわかる通り、80年代頃の昭和レトロといった日本のポップカルチャーに深いリスペクトを寄せてくれています。そして彼の音楽も、シティポップを感じさせるレトロで洗練されたサウンドで、日本人にとってはすごく親しみを感じるアーティストです。そして、リナ沢山。彼女はロンドンを拠点に活動している日本人ミュージシャンで、レディー・ガガなどの大物アーティストにもその実力を認められています。日本のアーティストが、日本限定ではない通常の枠内でジャストダンスに収録されるのはかなり難しそうですが、他の国に比べて、楽曲の使用許諾を得るのが難しそうですもんね。はい。ですが、日本の外で活動をしている彼女なら望みはあるのではと思っています。では、日本のアーティストがジャストダンスに収録されるのは難しいという話をしたばかりですが、その点は一旦脇に置いておいて、もしデケイズ・オブ・ヒッツに日本の曲を入れるとしたら、という視点で選んだ、ジャストダンスに収録されてほしい日本の曲を紹介します。まず、1960年代、おそらく世界で一番有名な日本の曲、坂本九の上を向いて歩こう、すき焼きです。この曲が世界的にヒットしたのは、歌詞の内容もさることながら、日本的なメロディーに、当時流行っていたロカビリーに通じる坂本九の特徴的な歌い方が合わさることで、欧米のリスナーに、新鮮でありながら親しみのある曲として響いたことが一因だと言われています。第二次世界大戦の記憶もまだ新しく、未だ遠い異国の地だった日本を、世界と結んでくれた歴史的にも大切な曲と言えます。1970年代、ゴダイゴのモンキーマジック。この曲はドラマ西遊記のオープニングテーマで、エンディングテーマのガンダーラと共に大ヒットを記録しました。ゴダイゴは銀河鉄道999の主題歌も有名ですが、なぜ今回モンキーマジックの方を選んだかというと、単純に今聴いても、時代を感じさせないぐらいめちゃくちゃかっこよいからです。ファンクやディスコっぽいサウンドの中に東洋的な雰囲気も漂っていて、一つ一つの音が本当にかっこよいです。西遊記のドラマは当時、イギリスやオーストラリアでも放送されたそうなので、日本以外でもこの曲を知っているという人はいるかもしれませんが、この曲を聴いたことがないという人は、ぜひ一度じっくり聴いてみていただきたいです。そして1970年代から日本と世界をつないだ曲をもう一曲、イエローマジックオーケストラ、ライディーン。この曲は当初、浮世絵が世界に影響を与えたように、自分たちの音楽も世界に影響を与えたいという思いから、ライデンというタイトルが付けられていました。しかし当時アメリカで勇者ライディーンのアニメが放送されていたことから、ライディーンにしちゃえということでこのタイトルになったそうです。そんな願い通り、彼らの音楽は日本にテクノポップブームを巻き起こしただけでなく、世界のエレクトロニック音楽シーンにも大きな影響を与えました。日本のポピュラー音楽史を語る上で外せないこの曲、ぜひ世界のジャストダンサーの皆さんと踊ってみたいです。なお YMO は、君に胸キュンでもいいかなと思っています。続いて1980年代。1980年代は昨今ブームなシティポップから、I can't stop the loneliness。ファンに悲しみが止まらない。つい最近、
アンリのアメリカ公演の様子を YouTube で見たのですが、日本人にとっては懐かしいと思うこの曲を2026年の今、アメリカのお客さんは最近知った新しい曲として楽しんでくれていました。それがなんだか嬉しくて、今回この曲を選びました。アンリの他に高中正義も今年海外ツアーをしていて、その映像も見たのですが、驚いたことにお客さんの多くが2、30代の若者で、なんと彼らが高中さんの弾くギターに合わせて大合唱しているんです。そして何より、高中さん自身が盛り上がるお客さんを見て本当に嬉しそうに演奏していて、会場の熱狂が動画を見ているこっちにも伝わってきて、なんか胸が熱くなりました。日本人がボンジョビで盆踊りを踊っている一方で、海外の人はアンリや高中正義のライブで熱狂している。音楽を通じて国境も時代も超えてつながることができるってすごく素敵だなと改めて感じました。はい。次は1990年代です。この年代は渋谷系から1曲選びました。ピチカート5、東京は夜の7時。この曲は今聴いても本当におしゃれで、夜の7時、夜が始まりかける時間帯、街中の明かりが眩しくともに、仕事や買い物帰りの人が街に溢れ始める、そんな東京の華やかな光景を感じさせてくれます。ですが歌詞には、とても寂しい、という言葉が何度も出てきます。この歌の主人公が何に対して寂しさを感じているのかは、歌詞だけでは読み解けませんが、人が溢れ返る大都市の中にある、空虚感のようなものもこの歌からは感じられます。海外の方で、もし日本に来る機会があった際には、この曲を思い浮かべながら夜の東京を、渋谷、銀座、六本木、どこでも良いです。ぜひ歩いてみていただきたいです。大都市東京の一面を感じられると思います。2000年代です。Perfume のポリリズム、彼女たちの代表曲でもあるこの曲は、先ほどシェールの Believe でもお話ししたオートチューンが効果的に使われていることでも有名です。また、ポリリズムというタイトルがついている通り、途中の間奏部にあたる部分で、4拍子の上にポリリズムという5拍子のリズムが重ねられるなど、複雑なリズム構成をしていて、楽曲の良さもさることながら、リズムが面白い点もダンスゲームにするには最適な曲と言えます。2010年代です。先ほどアジアンメタルという言葉を出しましたが、忘れてはいけないのが彼女たち。ベビーメタル、彼女たちの可愛くも見る人を圧倒させるパフォーマンス力と同時に、バックバンドの卓越した演奏力で本場のメタルファンの心も掴んでしまうという、世界の音楽シーンの中でも稀有な存在です。以前ジャストダンスオリジナルの曲、さよならがベビーメタルをイメージして作られているという話をしましたが、本家がジャストダンスに降臨するのをぜひ見てみたいです。そして2010年代で忘れてはいけないのがこの人、ピコ太郎、TPAP。改めてよく聞いてみたんですけど、なんとも言えない間の抜けた感じが、本当に絶妙ですよね。はい。この曲のサウンドの一部にローランドの TR808 というドラムマシーンが使われています。この TR808 は今から40年以上前、1980年に発売されましたが、当時はあまり売れず、製造も1983年に終了されています。しかしその後、ヒップホップやエレクトロニックミュージックを中心に再評価され、今では世界中のミュージシャンに愛される伝説的なドラムマシーンとなっています。そんな機材を使って、あえて間の抜けた音楽を作ったというのも、この曲の面白いところです。TPAP の動画がバズってから間もなく10年。2010年代を象徴するブームの一つです。そして2020年代、まずは、宇多田ヒカル、ワンラストキス。なぜこの曲を選んだかというと、長年にわたって世界と関わりを持って活動してきた彼女が、いつかジャストダンスに収録されたら良いなと思っているのと、この曲の終始弾んでいるような曲調が、ジャストダンスではあまり見られないタイプなので、新鮮味のあるマップが作れて良いんじゃないかと思ったからです。なお一番の理由は、私たちがエヴァンゲリオンが好きだからです。そして最後の曲です。もし2025エディションに日本限定曲があったら、きっとこの曲が最有力候補になっていたはず。クリーピーナッツのグリーンバンバンも。この曲についてはもう説明不要かと思いますが、当時のバズり具合から、きっと2025エディションに入ってくれるんじゃないかと思って、かなり期待しましたよね。はい。なので2025エディションに日本限定曲がないと分かった時は色々ショックでしたよね。いつかまた J-POP がジャストダンスに入る日が来ると良いですね。はい。希望を持って待ち続けましょう。というわけで、長い動画になってしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございました。今回リストを作って改めて思ったのが、音楽って本当に世相を映す鏡ですね。ね。音楽ってその時々の社会や文化と密接に結びついているから、自分が生まれる前の曲だったとしても、聴くだけでその時代の空気を感じることができますよね。はい。ではジャストダンスの次回作、
ジャストダンス・デケイズ・オブ・ヒッツ。内容については9月に公式から発表されます。どんな曲が収録されるのかもそうですが、マップ自体もそれぞれの時代を反映したデザインを考えてくれていそうなので、その点もすごく楽しみですね。はい。では改めて、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。多分次は、前回のような緊急のニュースがない限り、デケイズ・オブ・ヒッツの発売後、デケイズ・オブ・ヒッツの内容を紹介する動画になると思います。ぜひまた、次の動画でお会いいたしましょう。